こんにちは、ネイジの猪俣です。こちらのチャンネルは旅や日常の Vlog を配信するチャンネルです。今回紹介する動画はパッキング動画になります。これまで動画で紹介してきた北欧5カ国を旅する時の準備編で、紹介しようと思って撮影していたものです。2023年はコロナが明けてすぐの旅行だったので4年ぶりの海外になりました。海外旅行はね、何度か行っていて旅慣れてるはずだったんですけれども、心配性なのでいらないかなと思いつつも入れていたものもたくさんありました。動画自体はですね、今回はあんまり参考にならないと思うんですけれども、これいらないよ、これいるよっていうところをですね、テロップで紹介しながら動画の方編集してみましたので、よかったら参考にしてみてください。ちなみに今回の北欧5カ国では L サイズのスーツケースを使用しました。この後に紹介する旅動画は M サイズ、そして最終的にはリュック1個で旅するようになっていきます。少しずつね、変わっていく変化も楽しんでいただけたら嬉しいです。それから動画の中で紹介するアイテムは概要欄に記載の楽天ルームに紹介していますので、よかったらそちらの方も参考にしてみてください。それでは早速ご覧ください。じゃあそれではせっかくなので今回の旅に出る時の準備が今終わったところなので、逆再生になっちゃいますけど、今パッキングを終わったところを全部ちょっと開封してどんな風に収納しているのかを記録のためにもなるので残していきたいなと思います。よかったら最後までお付き合いください。ファスナーのタイプでもよかったんですけど、やっぱりちょっとハードタイプの方が安心感があってですね、こちらにしました。今回はこちらのポシェットを連れていこうかなと思っています。ちょっと大きいタイプもあるのでどちらも使えたらいいかなとは思うんですけれども、普段使いにはなんかいろいろ思い出してみるとこういうちょっとしたポーチ的なものを使うことが多かったので、荷物が増えそうだなっていう時はまた別のショルダーを使おうかなと思ってますが、街歩きにはこちらをちょっと使おうかと思ってます。こうファスナーをねたくさんつけてこう収納がねたくさんできるようにしてあります。で背中側はこういうオープンのポケットにしてちょっと安全なようにしてます。でリュックを持って、こちらのサブバッグを持っていこうかなと思っています。あとは帆布で作ったトートバッグショルダーとかもあるんですけど、最終的にどういう風にするかはあともうちょっとゆっくり考えたいなと思います。私のフロップリネルかな、ムーミンのこれボストバッグになるんですよ。こんな薄いのにこんなに大きくなって、これも何かっていう時にもう使わないかもしれないんですけど、軽いしもうサブバッグとして使えるかもわかんないんで一応持っていこうかなと思います。ナイロンのこういうのいいですよね。本当は布とかでやりたいんですけど、布で作るとかなりかさばっちゃったり重さが出ちゃうので、こういうナイロンタイプのサブバッグがあると非常に便利かなと思います。これ海外行くと必ず持っていくんですけど、こうやっていろんな国、これがヨーロッパはこういうで、日本のコンセントはここから入れる感じですね。で USB もついてるので結構コンセントが少ないところとかホテルとかはあるので増設にもなるからね、いいかなと思います。あとはこういう小物系は入ってる。これはね薬を入れてます。旅先何があるのかわかんないので、一応風邪薬とあとなんかアレルギーもあるのでアレルギーの薬と、あとバファリンとかこう頭痛薬を入れています。あとこれは、ウエイトなんですけど、スーツケースの重さを測ったりとかするのにもすごくね便利なので、これは今持ち歩くようにしています。昔はそんな持ち歩くことなかったんですけど、家族4人いれば合算してもらえたので荷物もそんなに多くなかったですし、心配することもなかったので必要なかったんですけど、一人で行くってなるとやっぱりこれでちょっと確認しながらメジャーも持ってってます。今回はちょっとこれが新しいかな、今まで持ってったことなかったんで。あとガムテープも何かのためにちょっと潰して切れるタイプのねガムテープを持っていってます。あとはですけど裁縫セットを持っていきます。くるくるって収納できるタイプでこういう風に全部入ってます。なん
かヘルシンキで泊まるところのホストの方にちょっとミシン借りられないかなってちょっと頼んでいったところで、もしかしたら借りられるかもしれないと言ってくださったので、使わないかもしれないんですけど、あったら何か役に立つかなと思って持っていきます。ちゃんとミシン糸とミシンの針も入れてあります。こうやってなんか収納を分けておくと、どこに何が入ってるのか分かりやすくていいですよね。はい、で続いてこれですね。これはメイクポーチですね。これは何年も前に雑誌の付録になってたメイクポーチですね。キャスキットさんのメイクポーチになってます。これもなんかナイロンタイプでも良かったかなとは思うんですが、なんかわざわざ買うのもいいかなと思ってこんな感じで。最終的にこれをいっぱい使うのはヘルシンキの滞在かなって思ってて、なんかそのまま洗面台のところにそのまま置いといても大丈夫なものなのでこれにしました。で、シャンプーとかも入ってるんですけど、ホテルとかで使えるものはできるだけ使おうかなと思って。あと歯磨き粉とか歯ブラシとかはヨーロッパアメニティが本当なくて、特に歯ブラシは置いてないことが多いので、これは必ず必須で持っていきます。オルビスも購入するとこういうサンプルがもらえるのを少しずつ貯めていて、オルビスはもう20年ぐらい愛用してるので、すごい私の肌にはとっても合ってるかな。でこちらオルビス U のU ドットか U と U ドットの方のモイスチャーと、ウォッシュタイプのウォッシュですね、洗顔料をこちらも持っていきます。でこれはヘアオイルを入れ替えました。これオルビス U の U ドットローションがちっちゃいの入ってたんですけど、ここにオイルを入れています。で今回化粧水で持っていくのは、大正製薬のアドライズ持っていきます。これすごい保湿がいいので移し替えるのどうかなと思ったんだけど、そのまま持ってっちゃいます。オルナのオーガニックヘアエッセンス、ちょうど開けてないやつがあったのでこれ持っていきます。あとはちょうどエッセンに行った時にもらったエステファクトのフェイスシート。フェイスシートはもう絶対海外行く時は持ってってます。あと保湿するのに結構家だとあんまりやんなかったりするんですけど、ホテルに行ったりとかすると結構時間がねできるので、これで保湿をすることが多いですね。化粧水も併用しますけど、これがあるとすごい安心感があります。結構ねパンパンですよね。はい、それで、これは、今回周遊する場所に合わせて、収納してみました。で結構今回飛行時間が長いので、最初に到着するコペンハーゲンまで何時間かかるんだろう、すごいもう分かんないぐらいかかるので、もうここで泊まる分はもうここに入れてあるので、どこに行ったかなって分かんなくならないようにコペンハーゲン2泊しますので、2泊分のものをセットにしてみました。これもシートマスク入れてます。で次はオスロに行くんですけど、オスロはベルゲンまで行ったりするので、フィヨルドを見るツアーに参加するので、ちょっと多めのローションもそのまま、これはスーツケースを置いて旅行してくるので、このままリュックに入れて持っていこうかなと思ってます。であとはストックホルムで2泊するので2泊分のものを入れてみたり、あとはこれ今度はシリアラインって言って、ストックホルムからヘルシンキに向かうフェリーに乗るので、その1泊分ですね。ヘルシンキではマリメッコのホテルに泊まろうと思ってるんで、こういう風にちょっと1泊分入れてみました。水も持っていきます。これ2リットルの水、今回1本だけ持っていきます。で、安心料として持っていきます。でこれがすごいおすすめな圧縮タイプのポーチになります。これすごいですよ。今回初めて使ったんですけれども、これが SM、L とこの大きいのと3タイプのサイズでセットになってます。これもねお試しさせていただいてブログとかでも紹介してるんですけど、これすごいなと思って。これなんでかっていうと、収納してるものがですね、それぞれあるんですけれども、まず小さいもの、ちょっと開けて大丈夫なのでちょっと開けてみますね。まずこの真ん中のファスナーを開けます。
そうするとこういう風にマチが出てくるんですよ。こうやってこれ1つ、ここにはなんか1個カーディガンを1枚忍ばせてあります。あと反対側は一番小さいので、ここはもう下着類を入れています。ちょっと開けられないんですけど、でこういう風にパンパンになってるのを閉じてみると、こんな風にちょっと圧縮っぽくなってくるんですよ。すごくないですか？こんなに薄くなっちゃった。こんなにほらね、すごいの。でもこれはなんかちょっと肌着系なんで、そんなにはちょっと実感しないかもしれない。これとあと中サイズ、これもね結構すごいのいろいろ入ってるんですけど、今回はこういうパンツ系もちょっとレギンス系を入れてみました。でこれは、ベルミスのそのまま眠れるパジャマとかって言われてるやつで、これはパジャマ用に持っていきます。あったかいしね、ちょうどいいなと思って。で靴下が3個でしょ。であとこれはヒートテックの、レギンスタイツを2つ持っていきます。どのぐらい寒いかわからないので、一応こんな感じで持っていって、寒くなかったらこういうねスパッツ系のものにしちゃおうかなと思ってます。どっちも使えるように一応あればいいかなというところです。で今回は洗濯ができるのでこのぐらいですね。はい。そしたら反対側はというと、こっちにはね肌着ヒートテックがたくさん入ってます。ヒートテックは1、2、3、4枚と、あと肌着ですね1つ入れてますね。はい。で4枚と、あと自分で着ていくヒートテック1つってなるので、まあ5枚あれば大丈夫かなと思っています。なんか3日分ぐらいは洗濯できない時があるので、5枚あったらちょうどいいかと思います。でこれもこんだけたくさん入ってこんなになってるのに、同じようにこれがすごいんですよね。だんだん厚みが増してきたら、もうどんどん本領発揮という感じですね。こんな感じでこんな薄くなりました。これすごいね、普段の収納にも使えるかもしれない。なんか旅行だけだともったいない気がする。はい、で大きい方には何が入ってるかっていうとですね、これね結構メインなんで、これすごい多いんですけど、収納の内容をちょっと紹介したいなと思います。で今回行くのが5月の、7日発で、5月の25日に帰国してくるので、ちょうど5月中いっぱいですね滞在することになるので、結構とはいえ北欧なので春は春なんですけれども、やっぱ寒い場所なので気温がねすごく心配なんですけれども、ちょっと一番寒い時と、あとそこまで寒くないかなっていう時と両方考えて入れてみました。で今回はすごい悩んだんですけど、やっぱりスカートは1着持っていきたくて、これちょっとロングですごくね履き心地がいいので、何でも合わせやすい。冬のものでも夏のものでも何でも合わせやすいんですよ。結構薄いから透け感はあるんですけど、リネンで裏地もついてないしね、裏起毛がついてるデニム。普段パンツはあんまり履かないんですけど、一応ね着替えが少ない時はズボンが結構重宝しますので、これを入れました。あとはワンピース。ワンピースもちょっとこれ長いからもうちょっと短いのが本当はいいんですけど、何かちょっとねレストランとか入ってかしこまったところに行く時にジーパンよりはこれがいいかなと思って。これはボトムスですね。3着で、実際には着ていくのが1着入るので、その3着になるのかな、3着4着で、反対側はトップスが入ってるんです。トップスすごいね悩んだんですけど、最終的には、これで決まりました。なんか普段からもう着てるものを持っていこうと思って、冬でもなんだかんだこういう
ブラウスを着てますので、これでいいかなと思いました。あとは上着で調整かな。あとはこれもブラウスなんだけど、素材がねちょっとあったかい系ので、袖だけブラウスっていう。あとはあったかいニットを1着。楽天ファッションばっかりなんですけど、最後これも楽天です。すっごい悩んだんですけど、やっぱ暑いかなと思いつつ、やっぱり可愛いし、なんか暑かったらこれ1枚でもいいかなと思って、今はね今ちょうど撮影してるのが5月3日になるんですけど、もう20度ぐらいになるのかな、外が。暑いからちょっと暑そうに見えるけど、やっぱり向こう寒いですからね。でこれがね一番厚みがすごい、こんなに厚みがあるんですけど、これもなんですごい切れるもなく優秀で、これで入れ直すと、このねファスナーのこの金具が出てないところもすごいポイント高いですよね。つるっとしてる、ここがすごい。で入れて、薄くね収納できるもの、これすごい重宝します。100円ショップで売ってます。隙間にギュッと入れちゃう。そしてお化粧ポーチとお水か、お水を先に。このスーツケースこうくぼみがあるから、そのくぼみに合わせて入れていくとすっきりしていきますね。隙間をね埋めといた方がついた時にぐしゃぐしゃになってないので、結構隙間は埋めといた方がいいかなと思います。でこれでこんな感じで片側は収納が終わります。次ね、ここのところにこういうスリッパ入ってます。これも飛行機の中で深夜便とかだとトイレに行く時とかに使ったりとか、あとはホテルに行った時に皆さん土足で入られるので、海外はね土足で入ることが大体習慣になってますので、着いたらこちらに履き替えたりしてますね。あと靴から解放されたいっていうのもあって、スリッパは必ず持って行ってます。で続いてこう反対側にもこういうふうにポケットが仕切りになってて、すごいこれありがたい収納なんですけど、片側には雨具を入れてます。傘もこれも以前の昔ね行った旅行のところで旅行行く時に買った500円の折りたたみ傘なんですけど、すごい薄くてね本当に便利。これもね楽天で購入したと思いますね、当時から。もう何年前だろう。あとこれはレインコートですね。300円ショップスリコで購入したものなんです。雨具は必ず入れてます。使うことないですけどね、何かっていう時にあった方が安心ですね。使うことがない方がいいですけど。で反対側にはこの白いのは洗濯ネットにしてます。以前は洗濯物を収納してここに入れたりしてたんですけど、あと洗うものを入れて、そのまま帰ってきたらそのまま洗濯機に入れてます。で今回も多分肌着とかを洗ったりとかすると思うので、こちらをやっていきます。これは、これも雑誌の付録ですね。ディ&デルーカの、グローの付録だったと思います。これがすごいゆっくりな感じなんですけど、大きいエコバッグになるんですよ。こういう風に。これだと荷物が増えた時にもサブバッグになるので、すごいありがたいですね。ただ口がファスナーじゃなくて、上はこう絞るタイプの、こういう巾着タイプですね。こんな感じで、マリメッコとか行こうかなと思って、布どのぐらい買うかわかんないんですけど、一応これ持っていけば安心かなっていうぐらいお買い物できるかななんて思って、なんか
そんなに派手に買わない方がいいような気もするんですけど、なんかあったら安心なのでちょっと持っていきます。ナイロンはねやっぱ軽いですからすごく重宝しますね。では反対側になるですね、お箸とスプーンですね。なんか使わないで持って帰ってくることもあるんですけど、大体こういうのはいつも海外行く時は持って行ってます。海外だけじゃなくて日本で旅行する時も大体持っていくものですね。で最後にこれも本当は収納で入れたかったんですけど、今回周遊するのでどうしてもこれに入れちゃうととってもちょっと不便かなと思って、今回は収納には使わないで現地で使うようにして、帰りはこのままこれを使って持って帰ってこようかなっていうところで持ってきました。こちらも楽天から提供いただいたものです。で忘れないように入ってるのがトイレシート。これねトイレシートと S 字フックを入れてます。S 字フックはこれだけじゃ多分ね足らないと思うんで、もうちょっと持ってこうかなと思ってますけど、これはこれに使うようで2個セットにしました。あとは一番長く滞在するのがヘルシンキなので、これトイレのねシート100円ショップで売ってるやつを買ってます。向こうはこういうシートとかないんで、あと温水の便座とかでもなく普通に冷たかったりとかもするんで、こういうのあると重宝します。これもすごくいいもので、どんな風になってるかっていうと、こんな風になんか何箇所にも入れられるようになってるんで、最後のところ滞在先に着いたらまず最初にここに私は収納を入れ替えて、ここから1週間過ごすっていう感じになると思います。そのためのさっきのね S 字フックですね。これすごいいいなと思ってて、で帰りはもうそのヘルシンキが最後になるので、このままギューッてこうパタンってしたら最後にファスナーで閉じて、これも重さが 600g ぐらいかな。そんなに重くなかったので、かさばんなければちょうどいいかなというところでつけていくことにしました。なんかホテルとか行ってもクローゼットが立派でもあんまり使えなかったりするじゃないですか。でもこういうのがあるとちょっと自宅にいるような感じで数日間でもねちょっと味わえるのはいいかなと思います。で旅だけじゃなく普段の収納にも使えるかなと思うので、すごい優秀じゃないかなと思います。これもなんかどこ行ったって分かんなくならないようにセットに滞在先と同じところセットにして入れてます。あと布とかお土産とかを買った時にここに入れられるのもいいかなと思ってます。で終了ですね。これでだいたいさっき重さ測ったら18キロになりました。はい、いかがだったでしょうか。これまで紹介してきた北欧5カ国を旅した時の荷物のパッキング動画を紹介させていただきました。実際にはですね、使用しなかったものが非常に多かったんですけれども、あと動画には紹介してないんですけれども、サブバッグをね結構いろいろ持っていったんですよね。で実際使わなかったものも多くって、必要なものをまとめるとサブバッグはまず1つで十分ということと、貴重品とか持っていくようにミニポシェット1つ持っていくといいかと思います。肌着や靴下などは洗濯をしても1日ですぐ乾きますので、だいたい着ていくものを含めて3枚あれば十分かなっていうふうに思います。お洗濯ができない場合は心配な場合など4枚とか余分に持っていかれるといいかと思います。かさばる洋服などは最小限にとどめるとよろしいかと思います。次回の動画は今回利用した Airb の予約の方法や宿の選び方など紹介していきますので、よかったらチャンネル登録していただいて続きの動画も楽しみにしていてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。旅の動画が参考になりましたらグッドボタンで応援いただけると励みになります。詳しくは概要欄の方もご覧ください。